泡盛の酒税軽減措置の段階的な縮小が5月15日出荷分から始まりました。沖縄県内で販売される泡盛には、1972年の日本復帰に伴う激変緩和措置として酒税軽減措置が導入されており、これまでは 35% が優遇されていました。この酒税軽減措置により、泡盛の価格は沖縄県外よりも沖縄県内の方が安いという状況が続いていましたが、この優遇措置が2032年には完全廃止となります。今後は税率の変更幅に応じて商品価格を見直す酒造所が出てくると思われるため、価格が上がった際に、県民が泡盛をどこまで購入してくれるかが注目されます。今朝のニュースで5月から泡盛の値段が高くなるかもしれないと聞いたのだけど、どういうことか教えてほしいの。実は2024年5月から泡盛の酒税の減税が段階的になくなっていくのだ。今回はこれについて解説するね。動画の内容はこのようになるよ。泡盛の酒税減税とは何か、段階的廃止が決まった理由、データから見る泡盛業界、泡盛業界の経営改善例。ぜひ最後まで動画を見てほしいのだ。泡盛の酒税減税とは何か。沖縄県は戦後の1946年より戦後27年間、日本の統治下から切り離されて米軍統治下に置かれたのだ。戦後27年経った1972年5月15日にようやく沖縄が日本に返還されたのだけど、日本の統治下になると沖縄の通貨はアメリカドルから円に変わり、米軍の法体系は日本国憲法の法体系に移行されたので、沖縄の企業や産業は激変状態の大変なことになったよ。この激変状態にいきなり本土の酒税法をそのまま適用すると、沖縄の種類産業だけでなく小売店や飲食店などの経営を圧迫してしまうし、沖縄経済の発展にも大きな影響を与えかねないという懸念から、復帰後の5年間にわたる酒税の軽減措置が取られることになったんだ。ただし本土へ販売する泡盛に関しては、沖縄の泡盛産業の保護の目的から外れることと、本土の種類業者を圧迫する可能性があることから減税の対象とはならなかったんだ。そうなんだ。これが沖縄県内の方が県外よりも泡盛の価格が安い理由なんだね。最初から泡盛の酒税は 35% 減税されていたの？1972年の本土復帰から1年間は酒税が 60% 減税されていたよ。その後は1年ごとに 50% 減税、40% 減税、30% 減税と段階的な軽減措置が取られたのだ。すごいね。相当な減税だよね。そうなのだ。復帰後の5年間の特別措置だったのだけど、延長されて、本土復帰から7年後の1979年には 15% の減税となり、本土との格差がなくなってきたんだ。ようやく激変緩和措置だった酒税軽減がなくなっていくんだね。実はそうはならなかったんだ。平成元年、つまり1989年には生産量を含めて泡盛業界が厳しくなったということで、また改めて 35% の減税となったんだ。ちょっと待って。2024年の5月14日までは 35% の減税だったということは、その後の35年間はずっと酒税の軽減措置が続いていたんだ。実はそうなのだ。酒税軽減措置は5年ごとに見直されることになっていたのだけど、毎回延長されていたんだ。暫定措置ではなくて、事実上は恒久措置みたいになっていたんだね。そうなのだ。それがなぜ2024年の5月15日から減税が段階的に廃止することになったの？それは2022年の政府の税制改正で決まったんだけど、泡盛業界としては苦渋の選択だったんだ。段階的廃止が決まった理由、さっき解説したように酒税の軽減措置は5年ごとに見直されていたのだ。毎回見直し時期になると、泡盛業界は泡盛製造事業者の経営状況や本土市場を含めた販路拡大の状況、酒税軽減措置が廃止された場合の影響度合いを調査し、収益環境の変化や経営環境の不透明さを理由として延長要請を決定し、沖縄県や県内経済団体にも延長要請のロビー活動を行っていたよ。2021年になると酒税の軽減措置が2022年5月に期限が切れるため、
泡盛業界は政府に延長要請をしに行ったんだ。すると政府からはこういうことを言われたよ。2022年は沖縄が日本に復帰して50年を迎える。酒税の軽減措置は半世紀続いたのだからそろそろ卒業するべきでは。この時泡盛業界はこれ以上の延長は無理かもと危機感を抱いたんだ。毎回延長できていたのでびっくりしたんだろうね。そうなのだ。泡盛業界にとってこの見直し時期は酒税の軽減措置の延長が可能になるケース、酒税の軽減措置が廃止されるケース、この2つの側面からの対応を迫られていて、今までは1の酒税の減税措置の延長が可能になるケースが続いていたんだ。この政府の見解だといきなり酒税の減税措置が廃止されてしまったら泡盛酒造への影響が大きいので、泡盛業界は自ら段階的な廃止案を提示したんだ。その内容が泡盛酒造を年間出荷量に応じて3つのグループに分ける。そしてグループごとに減税幅を縮小していき、10年後には減税措置を廃止するという案だったのだ。結果としてこの案は決定し、政府の2022年度税制改正に取り込まれることになったんだ。この時に決まった段階的な縮小案が2024年5月15日から適用されることになったんだね。そうなのだ。2022年から2年間は 35% 減税だったのだけど、ついに減税額の縮小が始まったのだ。データから見る泡盛業界、ここからは沖縄県酒造組合が毎年公表している資料である琉球泡盛の輸出数量等の状況から泡盛業界を見ていくことにするのだ。泡盛の出荷量は実は泡盛の出荷量は年々減少しているのだ。沖縄が日本に復帰してだんだんと泡盛の品質が向上していくと出荷量も徐々に伸びていったよ。そして2000年代になると九州沖縄サミットや朝ドラのチュラさんで沖縄ブームが到来して、2004年には泡盛の出荷量は過去最高を記録したのだ。しかし2005年以降は出荷量が減少していて、新型コロナウイルスの感染拡大のピークだった2021年は出荷量ピーク時の半分以下にまで落ち込んだよ。新型コロナウイルスの感染拡大が抑制された現在でも泡盛の出荷量は低迷している状態なのだ。そんなに出荷量は減少しちゃったんだ。グラフを見るとわかるように出荷量の約 80% は沖縄県内に出荷している泡盛になるので、今回の減税額の段階的な縮小は酒造所の経営にも大きく影響してくるのだ。酒造所の経営は安定しているのかな。実は泡盛業界の経営は思ったほど良くないのだ。現時点で泡盛製造業44社のうち赤字が21社あるんだ。そんなに赤字の会社があるんだね。びっくり。新型コロナウイルスの感染拡大が開始した2020年には業界の 70% に該当する31社が赤字だったので、少しは回復しているけどまだまだ大変なのだ。新型コロナウイルスが出現する前の2016年でも 36% に該当する16社は赤字だったんだね。営業利益はも大変な状況なのだ。2018年から4年間営業利益はマイナスなのだ。2022年はマイナスから回復したとはいえ、業界全体で220万円とむっちゃ厳しいのだ。減税額縮小の3つのグループ分けは3つのグループに分けて減税額を縮小していくと言っているけど、どういう分け方になるのかな。これは前年度の県内泡盛出荷量で決まるのだ。1300キロリットル超えの酒造所は大規模事業者、中規模事業者は200キロリットル超えで1300キロリットル以下の酒造所、200キロリットル以下の酒造所は小規模事業者になるよ。どの蔵元が大、中、小に該当するのかな。これは公表されていないのでわからないのだけど、沖縄県酒造組合の発表では3から4社が大規模事業者、10から14社が中規模事業者、残りが小規模事業者になるとのことなのだ。どの酒造所なんだろう。まあ類推はできるのだけど、2017年に内閣府沖縄振興局が公開している泡盛業界の現状、課題及びこれまでの振興策等の資料では次の3社を大手3社と表記しているのだ。そして帝国データバンクが2004年から毎年公開している資料である
焼酎メーカー売上高ランキング50社では泡盛メーカーの中ではこの2社が19年間1位と2位なのだ。だからこれらの酒造所は大規模事業者に該当すると思うのだ。確かに沖縄県外のコンビニやスーパー、居酒屋でも見かけることが多いよね。減税額縮小の経営への影響は？減税額が縮小されるとどのくらい経営に影響するんだろうね。酒造所別の年間出荷量が公開されていないのでこれも類推になるのだけど、製造量は公開されているので仮に製造した分は出荷されたと仮定して、かつこれを30度換算とみなして2000キロリットル超えの酒造所が2社なので、これを大規模事業者、200キロリットル超え2000キロリットル以下の9社を中規模事業者と仮置きして縮小される減税額を無理やりざっくりと算出すると次のようになるよ。ざっくりすぎる計算だけど、これだけの納税額アップは経営的にも影響が大きいね。各社の努力で価格維持を行っていくのは無理なので、税額アップ分は泡盛の価格にも反映されるはずなのだ。泡盛の価格は上がっちゃいそうだね。このデータで気になったんだけど、泡盛製造量が200キロリットル以下の小規模な酒造が多いんだね。そうなのだ。製造数量で占める割合は全体のわずか 17.2% なのだけど、事業所数は33社あり、泡盛酒造所の 75% を占めるよ。ほとんどが家族経営で細々と営まれているのだけど、今から8年後の2032年には 35% の減税分が一気になくなることになるのだ。これは大変なことだね。この8年間でいろいろと考えないといけないね。泡盛業界の経営改善例、多分いろいろなことが起こると思うのだけど、まずは小規模事業者が事業継承や出資により経営継続や経営力強化をされた事例を紹介するね。すでにいくつかの事例があるんだね。これから酒税減税がなくなっていくと小規模の蔵元は経営が厳しくなっていくから、このような事例が増えていくと思うのだ。2017年12月、琉球王朝の頃から泡盛作りを行っている首里の老舗の蔵元崎本酒造が恩納村にある観光施設の琉球村を運営する多幸山に事業継承。2021年1月、73年にわたり糸満市で泡盛製造を続ける上原酒造が観光施設沖縄ワールドを運営する南砺に事業承継。2023年5月、石垣島にある創業72年の泡盛酒造である池原酒造に神奈川県にある東証グロース上場の会社が第三者割当増資による出資を実行。2024年2月、沖縄で唯一日本酒を製造している大黒酒造が沖縄の総合酒類問屋の南東酒販と泡盛メーカーの清福酒造に事業継承。次の事例は新商品開発やリブランドなどで経営基盤強化を行われている事例を紹介するのだ。2021年11月、琉球泡盛の人気ブランド残波を製造販売する比嘉酒造がスマイルビーウェーブというキャッチコピーで新たなブランド展開を実施。2022年11月、沖縄の総合酒類問屋の南東酒販が高級泡盛を開発するプロジェクトであるシマープロジェクトを開始。2023年5月、樽熟成泡盛を製造販売する上村酒造が長年愛飲されていた商品デザインをリニューアル。2023年9月、北谷町にある泡盛酒造の北谷町ロイ酒造工場と日本郵便沖縄支社が本の形に梱包された泡盛であるブック型泡盛を開発。2023年後半、現存する沖縄の泡盛蔵元の中で最も古い1846年創業の新里酒造が自社製造したシングルモルトウイスキーを販売。これから訪れる新時代に向けて各蔵元さんはいろいろと考えられているんだね。これからも泡盛酒造から目が離せなくなるね。そうなのだ。澄んだもんはこれからも泡盛を飲みながら応援するのだ。ゆるゆる泡盛チャンネル。今回は泡盛の酒税減税が段階的に廃止となる件について解説したのだけど、いかがでしたか？完全廃止まであと8年。この期間にいろいろな変化が起きると思うのだけど、皆さんのお気に入りの泡盛蔵元をぜひ応援して、これからも泡盛を飲んでほしいのだ。このチャンネルでは沖縄県知事認証泡盛マイスターの呼称を持つチャンネル解説者が沖縄のお酒泡盛に関することを
初心者にもわかりやすいようにこれからも配信していくので、このような動画を見逃したくない方はぜひ今のうちにチャンネル登録をしていって、他の動画も見ていってほしいのだ。投稿を見逃さないようにベルマークはオンがおすすめです。動画にしてほしい内容のリクエストもお待ちしています。ではまたゆるゆると解説するのだ。最後まで見てくれてありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうなのだ。次の動画まで待っててくださいね。